夜のニュース。台風の動きがちょっと気になるじゃん。ゆっくり進む台風って影響も長くなるのだ。そこを含めて、まず先島諸島の状況を見ていくわね。先島諸島では台風がゆっくり西へ進む見込みなのだ。速度が遅いと雨や風の影響が続きやすいのかしら。短時間で通り過ぎるより、備える時間も長く必要だよね。22日正午、宮古島の北の海上で発生したのだ。もともとは熱帯低気圧だったのね。これは台風になる前の状態よ。海の上の空気の渦が発達して、台風と呼ばれる段階になった感じね。風は中心の近くだけじゃなく、広い範囲で吹いているのだ。土砂災害に加えて、高波や強風にも注意が必要なのね。雨で地面が緩んだ斜面って、見た目だけじゃ危険がわかりにくいよね。じゃあ、崖や斜面の近くには行かない方がいいのだ。そうね。避難場所や移動の道も明るいうちに確認しておきたいわ。先島諸島にいる人は、今夜の予定より安全を優先してね。みんなも台風の進路を見るなら、気象庁などの最新情報を選ぶのだ。情報が更新されたら、さっき見た予報だけで判断しないことね。続いては、青森県十和田市で起きた熊のニュースなのだ。展望台の近くで、外国人観光客の男性が熊に襲われたのね。十和田湖を見られる場所だったのに、怖い出来事になっちゃったね。男性は腕などに怪我をして、ドクターヘリで病院へ運ばれたのだ。ドクターヘリは、医師や医療スタッフを乗せて急いで搬送するヘリね。搬送された時は意識があって、会話もできたみたい。そこは少し安心だよね。命に別状はないということなのだ。でも熊は山へ逃げて、まだ見つかっていないのね。市は箱罠を置くよう依頼して、警察と現場を見回っているよ。箱罠って、熊を中に誘い込んで捕まえる道具なのだ。そういう仕組みね。見つかるまでは近くへ行かないのが一番よ。山や湖の観光地では、現地の注意看板や放送を先に確認したいじゃん。もし熊を見かけたら、近づかず静かに離れるのだ。観光の思い出が危険な場所へ行った記録になっては困るわね。みんななら自然の中で、どんな注意を一番気にする？あーしは看板を先に見るよ。アプリの地図だけで安心せず、現地の案内も見るのだ。お次は、TikTok とアメリカ司法省の和解についてなのだ。TikTok 側がおよそ636億円を支払うことで決着したのね。金額が大きすぎて、学校の予算表みたいには見られないじゃん。問題になったのは、親の同意なしに子供の情報を集めたことなのだ。13歳未満の子供の情報は親の同意なしに集めたり使ったりできないのね。メールアドレスを集めた上、削除してほしいという親の希望にも対応しない例があったんだって。削除ボタンを押せば、すぐ全部消える仕組みではなかったのだ。そこが訴えの大きなポイントで、社内の決まりも十分ではなかったとされたわ。和解って、裁判を最後まで争わず、条件に合意して終えることだよ。裁判が終わっても、利用者を守る取り組みは続くのだ。TikTok は年齢確認や、保護者の監督を強める対応を進めているのね。動画アプリって楽しいけど、登録時に何を渡してるかは見たいよね。無料のサービスでも個人情報が対価のように扱われることがあるわ。親が削除を求めたのに対応されない場合、どう確認すればいいのだ。アプリの設定や公式の問い合わせ窓口を確認するのが現実的ね。みんなもアプリの年齢設定や公開範囲、たまに見直してみてね。これで終わりではなく、家族を守るルール作りが続くのだ。ここで、相手いいって言葉の意外な使われ方を一つ話すね。相手いいって動画アプリのことだけを指す言葉ではないのだ。相手いいはインフォメーションテクノロジー、つまり情報技術の略なんだよ。ニュースでよく聞くけれど、略す前の言葉はそこまで長いのね。しかも相手いいは、ソフトを組み合わせて動作を確かめる統合テストの略にもなるよ。同じ2文字なのに意味が別の方向へ走っているのだ。英字は短くても、
前後の話で意味を見分けるのが大事じゃん。今回の TikTok の話なら情報技術の方だとわかるわね。台風から個人情報まで暮らしに近い話が続いたわね。概要欄に関連リンクもあるから気になるシーンは見てみてね。また見たいと思ったらチャンネル登録もよろしくなのだ。それでは次回も一緒にニュースを見ましょうね。